メダカを飼う前に考えておいてあげたいことで紹介した泡が消えない水の映像です。毎日の使用で水槽掃除機のヘッドがたわんでしまい、微細な取りこぼしが多くなっているようなので、まずはヘッドを交換します。比べるとかなりたわんで変形しているのがわかります。もっとたわみにくい素材のものがあればいいのですが、加工・入手のしやすさと完成時の性能で、今のところはこれしか見つかりません。新しいヘッドをつけて、掃除開始。枯れゴケの汚れも軽くこすると取れる性能が戻りました。ヘッドがたわむと設置しなくなり、うんちは吸い込んでもこそげ取る能力が死んで清掃威力が半減します。作り方はまた別の動画で紹介しますが、たわんできたら取り替えるようにしましょう。メダカを飼う前に考えておいてあげたいことでも紹介したように、スポンジとブラシを使い壁をこすります。この茶色い汚れは成長の早い緑ゴケが枯れたものと認識しています。茶ゴケという通称名はまるで茶色い苔が生き生きしているように感じて、サイクルの一環のように思えるので、腐れゴケと呼んで、植物を枯らす自らの警告と捉えています。実際、この腐れゴケが出ると必ず大きな植物の端が枯れたりしています。地上の苔も冬には緑燃ゆる様子で生えていても、夏になったら茶色く立ち枯れたりしています。条件が悪くなった結果、枯れてしまっているわけです。同じことが水槽内で起こり、さらに水分を吸って腐るというイメージを持っておくと、成否は置いておいて、水質状態への理解が深まるかと思います。また、腐った植物として野菜をイメージしておくと、腐れゴケがある水槽への危機感を持てると思います。高濃度の塩水に浸して保管するので、ブラシが錆びてます。最後に仕上げの掃除機をかけて終わりと思ったら、翌日もあまり水質に変化がなく、変だと思って水を抜いたら
洗い残しがあちこちにあった上、よく見ると植物の根が腐れ苔で覆われていました。紅葉の季節だから枯れてきたと思っていましたが、これに苦しめられていただけの気がします。根を洗って取れた汚れです。茶色い苔じゃなく枯れた苔と感じるのはこのせいです。かわいそうな根っこを食品添加物として売られている消毒液を薄めた水に浸し、しばらく置きます。鼻を刺すような嫌な匂いが甘い植物の香りになりました。大掃除が嫌でみんな隅に隠れています。しーちゃんだけはいつも通り出てきてくれてますが、いつもの指をつつく挨拶はさすがにしてくれません。でもこの反応にめげていたら水槽が汚れます。そう考えているのは伝わっているのか、割とすぐ出てきてくれました。